おはようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は、遅れていた紅葉が美しい奈良県と、以前からとても気になっている道の駅がある三重県。秋から冬への移り変わりの時期、やっぱり狙いはうまい食べ物、新鮮きのこ、巨大白菜、道の駅では松阪牛、そして寒い夜の定番、あったか新鮮野菜鍋、超新鮮生卵で卵かけご飯も。それに澄んだ空気の早朝に見えた綺麗な星空も最高でした。そんな順調だった旅が、いきなりこれ国道と思うような狭すぎる道に突入してしまったり、なんと私ペイが予想もしない体調不良に。いろいろあった奈良県と三重県の県境をめぐる2泊2日キャンピングカー車中泊旅。本日は初日の模様をお届けします。よろしくお願いします。今私たちは奈良県の天理パーキングエリアにいます。今回は奈良県と三重県の県境あたりをうろうろしようかなとうろうろしようかなと思ってます。でもし行けそうだったら伊勢まで足を伸ばそうかなとも思ってます。はい。で今は天理パーキングエリアなんですけども、めっちゃ寒いめっちゃ寒いです。もう手がガタガタ震えてますけどね。奈良県にはもう学生以来ぐらいかな、なんかそんななんかちょっと旅しようみたいなのは。三重県の旅も車で行ったって言ったらもう覚えてないぐらいですね。だからもう学生高校生の時にバイクで伊勢に行ったのを覚えてますけどはい、もうほんとそんな感じです。で今回はね、三重県と奈良県、前回の旅で樹氷を取りに行った時に撮影で樹氷を取りに山をちょっと登ったんですよ。その時に下りで両膝を行ってしまう両膝がね終わってしまいました両膝がね行っちゃってで今回はそれを癒す温泉旅でもありますはい2カ所ぐらい温泉に行きたいなと思ってます。今日と明日の夜、今はねもう2時3時ですよ。3時か、もう今3時回ってます相変わらずね木曜日のレッスンが終わってから出たんで、もうこんな時間になりますけどね。今日はこれからすぐ休んで、明日の朝から三重県と奈良県の旅を始めていきたいなと思ってます。で明日の夜はできれば RV パーク、前のねRV パークで結構 RV パークでハマってしまって、よかったですもんね。RV パークがいいなと思って、できればね予約が取れたら RV パークへ行こうかなと思ってます。じゃあ今回はキャンピングカーの旅です。よろしくお願いします。母ちゃん、はい、雨ですね。雨ですね。近畿道を走ってたんですけど、すごい雨でした。もうなんかこんな感じでまた雨の車中泊雨を呼ぶ男。あなたですか麺じゃねえよあなたはウーマンですよ麺じゃねえもうバカなこと言ってないで早く寝ます。はい、じゃあ行きましょうじゃあ寝る準備しましょう。これ何の水はもういいの？で寒い。寒いね。なんか奈良ってちょっと寒いのかな、ちょっと。やっぱ寒いんじゃん。でもなんかバッテリー、サブバッテリーあんまり増えてないな。2時間弱ぐらい走ったんですけど、78% ぐらいだったんですよね、多分スタートが。でね 91% なんでちょっと回復が遅いような気がしますね。走行充電で結構入ってたはずなんですけどね。もう時間はね3時31分ですね。もう寝ますめっちゃ眠たい。明日はね母ちゃん、はい、ちょっとゆっくりでいいかな。もう残りの距離がそんなにね、ないんで、髪の毛ボサボサや
ちょっと気にしとった今。えもしかして。ちょっと鏡がねないからこっちといいんじゃないですか。もう寝るだけだからね。もう寝ましょう寝ましょう。もう細かいことはまた明日考えましょう。ちょっとバタバタして出てきてるからな。もういつもなんですけどもバタバタして出てくるんですよ。なんかねちょっと計画がねうまく計画立てるの苦手なんかな。なんかねあんまりねうまく計画が立てられなくてバタバタして出てきますね。寝ます。はい。じゃあ寝る準備します。前回ジムにやったからさ、めっちゃ狭かったけど今回はキャンピングカーで広い。やっぱりちょっと違うね。ね、ハウス行ってて。ハウス。今日はもう寝袋がいるな。出してから寒いと。みんなまた荷物が増えるな。冬になるとね。電気毛布も持ってこなあかんしな。いや、あったまよ。にゃんちゃん。なんか当たるんちゃうかと思っても。しゃがんどくわって。僕も巨人になってきたから。進撃の巨人。うおー。できた。今日はもうね来る前に布団セッティングしとって。早いね。もうすぐ寝れるように。そうそう。もう眠たい時にこれをやるのが嫌やったから。じゃあ肩もみしてくれるの。そう。そんなん覚えた。ちゃんと肩。ちょっと忙しいよね。ちょっと忙しいわ。頭もなんかちょっとぼーっとしてる。ひとまず休んでから。そうそうまた考えます。明日計画がちょっといまいち立ってないから。ただなんか奈良と三重の県境をうろうろする。あかんのちゃうかなと思うんだけど。徘徊の旅。もうあかんわ。大丈夫。ちょっと寝たら。ちょっと寝てまた考えます。ただいまの時刻は3時43分です。もう4時ですね。もう寝たいと思います。はい。じゃあおやすみなさい。おはようございます。ただいまー。雨止んでる？雨止んでる。傘いらない。昨日すごい雨やったな。夜中寝てからも。そう。知らん。バンクめっちゃ雨音とかちゃうねん。もうなんか叩かれてるみたい。すっごかった。やっぱり外の光はええな。ね。もう靴下ちゃんと履いとかな。寒いよね。靴下？もう足首冷えたらもう膝が固まってきよる。足首大事。ヤンの毛がなんでこんな抜けんのかっていうぐらい抜けるな。ずっと抜けとん。ドッジボール台ぐらい抜けるの。すごいね。なんかナギちゃんの毛でナギのちっちゃいぬいぐるみ作りたいな。できるやろ。な
3日もあればできるああ腹減ったわやっぱり気温低いな。ああ、まあそうやな、開けたら結構ね、ああやっぱ外は渋滞してる。はい、名阪今の西名阪からこれ名阪国道やろ、あ、向こう山めっちゃ綺麗やねんな。やろう、すごい山がなんかかっこいいなと思って。あ今日はでも天気良くなってきて。よかった。よかった。晴れ男。晴れ男雨夫婦。雨夫婦。じゃあどっちが勝つやろ。どっちもや。これでも事故したんじゃない？さっきからそうなんか救急車みたいな、ずっと言ってるもんな。ね、パトカー来たり。絶対すごいわ。寝る前ね 91% ぐらいだったんですよね。で4時間ぐらい寝てね、まあ 10% ぐらい減ってるんですよね。それがね、前はそんなことなかったなって言って家内と話してるんですけど、前はね減っても 5% ぐらいだったんですけど、ちょっとねなんか減りが早いような気がしますね。一回バッテリーがね全部使い切っちゃってから、なんかいろいろね使い切ったって言ってもね、もちろんこの加減の 10% っていう設定、これ加減設定しているので0まではいかないようになってるんですね。だからこの 10% までなのでバッテリーは傷んでないはずなんですけど、なんかちょっと減りが早いような気がしますね。最近ナギのねこの下にね唾がね溜まるんですよね。これちょっと気になってるんですよね。なんかこのね、ナギこっち見て、ここにねこれなんか唾溜まってるでしょ。なんかおじさんがね話した時に、私もねそうなんですけど、この辺に唾溜まるじゃないですか、この辺になんかねそれがね、ナギはね、なんちゃんこっち見て、ここにね唾溜まってるんですよ。なんちゃんこれね、これなんでやろな、なんでかなナギはね前から練習してたシートベルトができるようになったんで、なんじゃん、こっち行けないよ、こっち来てて。で前回ねジムニーでも試したんですけど、長い時間乗ってても大丈夫なんで、これでやっとね安定してシートベルトができるようになりました。もうね長いことねシートベルトの練習はしてたんですけど、ナギはねなかなか神経質で、まあ私に似てるんだと思うんですけど、拘束時間、ナギはまあここにいたりハウスにいたり、まあ、こっちの端にいたり、向こうがそのカメラの後ろ側にいたりとかって点々とするんですよ。お家で夜寝てても点々とするんですね。まあ多分そういう習性なんだと思うんですけど、でこれが一箇所にいないといけないってなったら、ナギはすごくストレスを感じるみたいで、まあ多分警戒心とかと関係あるのかな。まあそれでねよく吐くんですよね。なのでシートベルトはねずっと気にしてたんですけど、なかなかこれを安定してできなかったんですね。なので今まであまりこう拘束しないで旅に連れて行ってたんですけど、2歳を過ぎてからシートベルトをしてもだいぶね安定して、まあ、この場所だったらこの場所に入れるようになってきたんで、まあ良かったかなと思ってます。まあ、これねここでちょっと伸び縮みもしてくれるんで、まあそこまでねグッていう感じはないと思うんで大丈夫だと思います。はい、はい、じゃあこれつけてね、じゃあ行きましょうか。出発しました。はい、じゃあ行きましょう。やっぱりコンポはすごいね。あーすげえな。どこまで続いてるのかな。まあ事故でかな、これは。やっぱ事故やな、母ちゃん。事故だね。これでやな。ほなここ抜けたらもう。抜けたら大丈夫そうかな。事故、単独の事故か。うわー、ガードレールが。これフェラーリやん。そう。うわー、フェラーリ。うわー
あじゃあ、はい。ここは道の駅ハリテラス。ハリテラス。めっちゃでかい。でっかい駐車場。でっかいとこやな。うん。ここにね新鮮な野菜がありそうなんでちょっと見てこようと思います。じゃあ行ってきます。ちょっと寒いあめっちゃでかいな。なんかね、森の中、山の中、なんか、木が紅葉もちょっとしてて綺麗だね。そうやな。まだ紅葉真っ盛りみたいなだいぶ遅れてるよね。ここ若い時来たことあるわ。あ、本当。もうだいぶ若かった。覚えてないぐらい若かった。バイク？車？バイクやったかな、車やったんかな。道の駅ハリテラス。今道の駅ハリテラスを出発しました。いい買い物できましたね。卵食べてみたいな生で食べれる卵を買ったんですけどね、美味しそうでしたね。これから曽爾高原かな。曽爾高原、ちょっと読み方合ってると思うんですけど、曽爾高原に向かおうと思います。でそこにあるおかめの湯に行こうと思います。でそこでね、私の終わってしまった両膝を直しにまずは一つ目の温泉に行こうかなと思ってます。でその曽爾高原の景色がすごい綺麗な。綺麗ですね。今写真でちらっとね見たらすっごい綺麗でしたね。なんかどうもね、夕日とすすきなんかそのコントラストがすごく綺麗みたいで、見てみたいんですけど、そうなると夕方までそこに終わらなあかんで、まだちょっとどうかなと思うんですけど、お昼間でもね景色は綺麗なんじゃないかなと思うんで行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。これがおかめの湯。あれやな、おかめの湯。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は10時間18分です。歩いてきてる運みたいだから、転お疲れ様でした。上が曽爾高原なんじゃない？キャンプ場かっちゃん、ちょっと焦ってますけどね何に焦ってるかって言ったら今曽爾のおかめの湯のところに来たんですけど、そこにパン屋さんがあるんですね。でお米なんかここでね、お米の館って言って、そこのパンがね売り切れ次第終了で結構お客さんがわーっと入ってきてるんでちょっと焦ってます。お米の館わあ、いい匂い。いい匂いやな。かっちゃん、また買いましたね。パンめっちゃ買いました。でこれはね、野菜とキウイと何やったかな、ビールね、地ビール買いました。で温泉がですね、まだ温泉施設には行ってないんで分かんないですけど、めっちゃ混んでるみたいで、今日平日の金曜日やな。今日平日なんですけど、なんか順番待ちがあるみたいな、すごい人気があるみたいですね、ここは。でもやっぱり整ってんな、すごい。そうだね、ここだけで完結される感じだもんな。なんかちょっとテンション上がるもんね。綺麗、すごい綺麗。なんかお米の館とかファームの館みたいなのが、麦のとかね、それぞれ分かれててね。
もみじが綺麗わね。もみじが本当綺麗、びっくりするぐらい綺麗。おお、綺麗だね。若い時紅葉なんて全く気にしてなかった何がいいんかなと思ったけど今見たらめっちゃいいな。うん、すっごい綺麗。すごい綺麗だな。おかめの湯はい。来ましたけど、はいなんか入れそうやけどな、そんな入れそうそんなに混んでそうじゃまあでないよね。も駐車場満車。ちっちゃい駐車場と奥に砂利の駐車場があって、私たちは奥の砂利の駐車場に止めたんですけど、舗装されてる駐車場は少しね小さいみたいですね。こんな感じで小さいみたいですね。でこんななんかめっちゃ雰囲気ある。なんかすごいね。ソニ高原温泉すごいすごいな、なんか雰囲気ある。ああ、もみじがいいですね。もみじが綺麗。あ、なんかこんな絵もあるね。あ、でもこれ手書きやね。うん、いいね。ソニ高原温泉、はい。よかった。よかったです。よかったですね。う大きかったです。すごい中も。で、今日は平日なんで空いてましたね。そうね。混んでると思ったんですけど、なんか混んでるって書いてたんですけど、混んでなかったです。めっちゃ空いてました。で、露天風呂からの景色、ちょっとね今日は曇って晴れたり曇ったりなんですけど、私たちが入ってた時は曇ってて、あれがね晴れてるとめっちゃ山が綺麗に見えそうな感じでしたね。なんか温泉のぬるぬる感、ぬるぬるすごいな、心地よかった。すっごいぬるぬるですよ。ぬるぬる感がなんかもう本当にね、なんかあれなんていうの、片栗粉片栗粉ちょっと薄い片栗粉が入ってるみたいな感じですね。なんかこのまま揚げられるんかなそんな感じ、カリッとはい、そんな感じの温泉でした。とても良かったです。良かったですね。じゃあこれからですね、道の駅飯高駅かな、そっちへ向かって行こうかなと思います。で、今日はそこでできれば車中泊をしたいなと思ってて、RV パークがあるみたいなんで、 RV パークが借りれればそこで車中泊をしようかなと思ってます。はい、じゃあ行ってきますまたきつだちょっとさっき緩めたばっかり。おかしい。どんどん大きくなっていく。はい、じゃあ行きましょう。次は道の駅飯高駅、はい。で 51.9 キロ、1時間、山道なんで1時間半ぐらいかかりそうですね。でも山道で 51.9 キロあって1時間半やったら早い方かもな。前の時もあれめっちゃ時間かかったからな、ジムに行って走ったね。めっちゃ走って、だって走ってもこんなんで前進んでへんでも全然距離があれみたいな。多分そんな道じゃないと思うわ。じゃあ飯高駅向かいたいと思います。行ってきます。もみじが綺麗かった。綺麗かったね、本当に。綺麗かった。なんか風の音とかがね、やっぱああいうの目になんかいい感じすんな。本当になんか目ずっと痛かったから。もみじの絨毯めっちゃ綺麗かった。今道の駅飯高駅に向かってるんですけど、その途中にねちょうど
綺麗な吊り橋があるんで、今から歩いて行ってみたいと思います。今吊り橋行ってきました。綺麗でしたね。はい。でもめっちゃ寒かったですけど、もうさっきお風呂入ったのにもうなんか寒くなって今から道の駅飯高駅を目指すんですけど、そこにもねお風呂があると思うんで、お風呂また入りたいなと思います。なんせね両膝が終わっちゃってるんで、次またお風呂入って直していきたいと思います。じゃあ行ってきます。林道ですかこれ？いやなんかこんな道やと思ってなかったな。これ国道だよね。そうやけどな、大型車って書いてあったけど、ちょっと行けるかな。まあ行けるやろ。あれテント張ってるね。本当だ。キャンプしてる。キャンプしてるわ。ありゃーちょっと細いねまた。工事中。あれ50メートル先。細い。だんだん細くなっていく。いやーなんか予感がするね。だんだん自転車道路ぐらいになっていく。この高さがね、これ右がね。ああ枝が。ここだけ。三重の国道、三重県の3桁国道だったかな、は気をつけないとダメみたいな。あ、そうなんだ。ここ三重の3桁国道いやだね。 3桁かな。あ、3桁やった。3桁。あ、そうなんや。368だから。そっか。なんかそんなの昔聞いたことがあります。そうなんです。いけるかな。いける。なんでこんな道やと。全く思ってなかったなこれ。そうだね。前行ったところとそんな変われへんぞこれやったら。まあ対向車さえけえへんかったらいけると思うけど。そうだね、対向車が。ちょっと明るい時に通らないと相当危ないね。どれぐらいの距離これが続くんやろ。あーでもこのまたナビがぐにゃぐにゃなってんな。ずっと20キロ。えらいことやなこれは。もう入ってしもた。入ってしまった。 U ターンできる。バックできない。あ、できるわ。まあこれぐらいなんちゃう。ずっとかな。なんとかいけるやろ。行ける道がちょこちょこあったらね。いける。ね。高さとかは気をつけながら。母ちゃん、はい、道の駅飯高駅、着きました。はい、先にですね RV パークが借りれるかどうか聞きに行ってこようと思います。まあ、事前の連絡はしてなくて、まあ、何時に着けるかが分からなかったんで、でも今だったら多分今4時かな、受付してくれるんじゃないかなと思うんですけど、RV パークがどこにあるかが分からない。はい、じゃあちょっと行ってきます。あの奥だわ。そうだね、このマークがそうでしょ、RV パーク。そうそう。あの奥に、あの奥の前に多分ドッグランもあるね。いろいろ食べ物屋いっぱいあるね。なあ、すごい。たい焼き。へえ。ライダーさんの大根芸。RV パーク全然空いてんじゃない？でドッ
クラウンと公園がここにあるね。あ、全然多分空いてるわ。ちょっとじゃあ聞きに行きましょうか。